これはですね、学習物理学というふうな研究プロジェクトがありまして、はい、1年に1回、みんなに集まって、情報交換をしようと、そういう会議です。はい、で、初め報道発表みたいなのをずっとやってたんですけども、最後にみんなに集まってワイワイしながらやろうということでポスターセッションをやっていて、これからそれを見ていただくということですね。そうですね。はい。どんな研究が出てくるのか、楽しみにしています。楽しみにしています。よろしくお願いします。神戸大学理学研究科に所属している村田優衣と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとどういったご研究をされてるんですか？私は物理学を専攻していて、研究室に入ってからは素粒子実験を対象に素粒子を対象にした実験をしています。実験そのものもされてるってことですか？そうですね。その実験グループに参加して、いろいろ。具体的にはどんなことをされてる？私はなんかその世界最大のエネルギーを持った加速器を使って陽子と陽子を衝突させて、新しい物理とか宇宙の謎を解決するような粒子を探すための実験をしています。ってことはスイスとかにも行ったりしてる？そうですね。すごいですね。で実際そこに行ってこういうデータを取りたいって言って持って行ってやるっていう感じなんですか？そうですね。なんか実際にこの素粒子の実験では全てのデータを保存するとものすごいデータ量になってしまうので、ちゃんと興味がある物理が出ていそうかっていうのを、瞬時に判断して新しい物理が出ていそうなものだけを保存する必要があって、そのためのシステムがすごく複雑でいろいろオペレーションも必要なので、それをやったりしています。そこに職人芸があるんですよ。なんかその全部取ってると本当に多すぎて後で処理するとかじゃもう耐えられないぐらい。1秒間だけで10テラバイトぐらいになってるんで。別に可能ですけど1秒でいっぱい。そうですね。じゃあその取捨選択をその場に行ってやるっていうのが物理学者らしいんですか？そうですね。検出器の状態を見たりだとか、ちゃんとシステムが動いてるかの確認とかも現地で必要になります。それはめちゃめちゃ大変そうですね。それがじゃあ学習物理学だと、どういった風に組み合わさるんですか？私の研究としてはそのオペレーションというよりも、今後さらに粒子をぶつける量を増やすっていう計画があって、さらにその筆跡とか粒子もいっぱい出てくることになるんですけど、もっとぶつける量を増やそうっていう。そうなんです、そうなんです。すると今のままだと、やっぱり計算時間が足りなかったり精度がちょっと悪くなっちゃったりとかっていうのがあるので、今後その、もっと良くするために粒子をちゃんと出ているか判断するとかいろいろ必要になるんですけど、そこに機械学習を組み込んで効率よく粒子を探したり、ちゃんと粒子のどう飛んだかっていうのを確認するっていうような。ってことはやっぱりさっき言ったように膨大すぎるデータを、全部取る、無理だからどういうデータを取っていけばいいか、あるいはうまく取れてるかみたいなことを AI に監視してもらうみたいな感じになる。そこまではちょっと言い過ぎです。そうなんかその粒子が実際にどう飛んだかっていうのは、もう通った場所の点でヒット点として見えてるんですけど、それをつないでいかないといけないで、いっぱいその粒子がぶつかると大量に点が出てくることになるので、それがどの粒子に属している点かっていうのを、ちゃんと判断して線をつながないといけないっていうのがあって、そこをちょっと AI でこの点はこの粒子に属しているっぽいとか、そういうのをちょっと判断できないかな。なるほど。すでにもう分かってる粒子の点は見つけたら覗いていくみたいな。そうですね。それでつないでいくっていう感じで。へえ、そう。それはじゃあやっぱりAI にデータを教えて、そのデータの意味を教えてっていうので、なんていうんですかね、教師や理学学習みたいな感じで言ってることですね。はい、なるほど。もし何か宣伝とかあればっていう感じなんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。はい。明石亮介と申します。 QST という国の研究所で研究員を務めております。専門はどういったことをされているんでしょうか？私専門は固体の中の電子のシミュレーションというのをしてまして、で例えば結晶を考えて、こういう結晶を実際に合成した時に、その中の電子がどういうふうに振る舞うかといったことをシミュレートして何か新しい現象を予言するみたいな、そういうことをやっておりました。
。それは結晶の形を変えていくってことなんですか？そうですね、結晶の形とか、あるいはもう原子の種類とか、はいはい、その配置とかを変えていく。ああ、なるほど。そこも含めてシミュレートされてる。そうです。ああ、なるほど。はいはい。で、そういった研究が、学習物理学とどう関係してくるかっていうのは。はい、はい、そうですね。そういう研究やってると、時々出会うのがやっぱりちょっと今のシミュレーション法だと精度が足りないみたいなことがあるんですけど、ただこの精度を上げるためには、そのシミュレーションの中に使われてる非常に基礎的な理論について改良しないといけないっていう問題が。なるほど。はい、そもそもの理論が、シミュレーションに向いてないというか。はい、そういうことです。ああ、なるほど。それは計算量的に、多すぎちゃうのか、それともそもそも計算ができないことなのか。そうですね。今実際に使われているその理論というのが、やっぱり近似が入ってるんです。ああ、なるほど。はい。はい、で、ただここからもっと精度の良くて使えるシミュレーションを作ろうとした場合に、どっちの方にそれ精度を高めていったらいいか指針がないんです。そうか。近似をどの近似はしてもいいけど、これは捨てていいし、こっちは捨てちゃダメっていうのを判断できないっていうことです。なるほど。はい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 。で、そこで AI が関わってくる。はい、まさにそこが重要で、つまりなんかうまくいかないケースというのをとにかくたくさん集めて、そこからどういうふうに改良したらいいのかというのを考えるためにちょっと AI を使ってみたいっていう。なるほど。逆にうまくいかない方を教えるんです。あ、そうですそうです。なるほど。それはなんか面白いというか、普通教師ありデータって言ったらうまくいってるものを教えるようなイメージなんですけど、うまくいってないっていうのはそれは今までで計算してみてうまくいかなかったことがあるっていうことです。そうですね。でもちろん理想的なうまくいくものも今までうまくいくものもうまくいくし、それに加えて今までうまくいかなかったものも全部うまくいってるのが多いですもんね。その方がもちろんありがたいんですけど、今の問題はうまくいかないケースがいろいろあるけど、それらが何かその簡単な改良で全部できるだけ精度に波及してくれるか、精度がよくできるか。なるほど。うまくいかないと分かっているものをちょっとだけ改善して良くならないかっていうことをなるほど考えるということです。一見その個々の計算結果っていうのはうまくいかないその破綻の仕方がいろいろ見えるんですけど、実はその中に共通のなんかメカニズムがあるんじゃないかみたいな。なるほど。そういうものを何か機械学習からなんか読み取れないかなっていう。でもなんかその近似の仕方っていうと、結構抽象度が高いように思うんですけど、そういったものを AI に落とすっていうのはなんかどういうふうにやるんですか？そうですね。非常にだから抽象度が高いことを最終的にはやりたいんですよ。おっしゃる通りで、その際に最初に大量のデータを集めるわけです。で、いろんなうまくいかない状況、その中のその共通因子を抽出してくるっていうのは、これはその人間がいきなりやろうとってかえって難しいと思うので、機械に任せてその共通要素を取り出してくるみたいな。もう一回もう丸投げしちゃって、その中でなんかいいもの出てくるかなっていうのをやろうという。ああ、なるほど。それはじゃあなんかのパラメータとしてこのパラメータが重要っぽいぞみたいなことが出てくるっていうことなんですか？例えばうまくいかない事例が100万あったとして、それが5個ぐらいの因子で説明できるみたいな。なるほど。そうだったらそういうなんか因子の抽出みたいなところを機械にやってもらいたいっていう。なるほど。この数字をちょっと変えるのが一番効きそうみたいなことを見つけてくると。そうです。なるほど。はい、面白いですね。実際今どういったところまで進んだというか、今ですね、とりあえずその、理論として大まかにそのどこに着目すればいいのかっていうのをとりあえず突き止めて、でその量に関してなんか異常な振る舞いをする一番簡単なモデルを作るっていうのをやりました。で、結局もう本当はもう私固体の中の電子をやってるんですけど、今もう電子が2つだけ模型まで立ち戻る。簡単なケースをこの場合にその非常に何か扱いが難しそうな振る舞いが出てくるセッティングっていうのが分かったので、このセッティングの中で大量にその事例を計算で作って、でそこから重要な要素を抽出するみたいなアプローチを今試みてます。じゃあまず2個でやって、それをじゃあ他の大きな系に応用していくという段階ってことですね。はい、ありがとうございます。分かりやすい。じゃああと最後なんか宣伝したいことなどあればっていう感じなんですけど。そうですね。物質の電子シミュレーション、面白いです。ありがとうございます。ありがとうございました。埼玉工業大学の村田正樹と申します。先生。はい、2人の教員です。指導教員です。埼玉工業大学のディープラーニング研究室所属の松尾幸四郎です。よろしくお願いします。
埼玉工業大学の、ディープラーニング研究室の荻原ガフトです。はい。これは、3人でされてる研究っていうことです。ああ、なるほど。僕はですね、2人、主にこの上の研究を松尾さんが主にその数値計算の方やってて、下の研究はその主に、荻原さんが数値計算やってて、僕はその2人を俯瞰してそのいろいろ計算のアドバイスとかをしたり、あとはその橋本さんたちとその物理の議論を主に行って、それを彼らに分かるようにこうちょっと言語化するとそういう感じの役割を果たして間をつないでっていう感じですね。そうですね。はい。これなんか、橋本先生の名前もありますけど、これはどういう感じの、コントリビューションというか、どういうつながりでやってるという感じなんですか。もともとその村田さんが研究室の先生でして、村田さんが橋本さんとちょっとつながりがありまして、そこでちょっと院生になってから学習物理学の方にちょっと参加させていただきましてですね。で橋本さんが時空のことに詳しいというか、そういった重力のことをやってるので、その解析をこちらディープラーニング研究室のメンバーが自分がニューラルネットワークで解析をするといった。じゃあもともとは、ディープラーニングの方の専門ということです。そうですね。自分は音声解析というか楽曲のジャンル分類とか、そういったことをやってました。なるほど。はい。じゃあそれはでも今回はそれとは直接は関係なく、はい。っていうことなんですね。はい。じゃあ、具体的に今どういったことをされてるんですか。ニューラルネットワークの中に時空の情報を埋め込んで、でそれを学習によって最適化してもらうといったことをやっています。っていうと、それは何をしていることになるんですか。それによって、時空の解析を行うことが、時空の情報を解析することが可能になります。時空の情報っていうのは具体的にどういうことを。時空がどれだけ曲がっているかっていう計量っていうのがあるんですけど、それをニューラルネットワークの学習パラメータにすることによって、学習によって最適化される。で学習後はその時空の計量が分かるっていう形になっています。ごめんなさい。何を食わせて何を得られるというか、ちょっとよく分かんないですけど、計量っていうのはもともとその宇宙の曲がり具合で、それは測れる量、はい、でその測れる量のデータとして与える。でそれがまず分からない状態から始まってまして、でニューラルネットワークの学習データにはその時空と、因果関係がある物質のデータを与えるんですね。でこれとその相対というか、それと等価な時空の情報は何ですかという、そういったのをニューラルネットワークで解析して。ああ、なるほど。それはだから、この ADS-CFT っていうのでの右と左を上げて、その対応を見せるってことです。ああ、そういうことか。なるほど。多分僕だけ理解したんですけど、この違う宇宙の見方が2つあって、それぞれを、機械学習に教えて対応関係を研究させるってことなんですね。証明の一つになればいいかなと思ってます。そしたら、じゃあもしかしたら新しい、条件を与えたら、これは実はこっちに対応してるよっていう、こっちを教えてくれるかもしれない。新しい時空がもしかしたら出てくるかもしれないですし。なるほど。それはめちゃめちゃ面白いですね。はいはい。荻原さんは、どの部分を担当されてるんですか。このポスターの下半分の部分を自分が担当しております。で、題材がこのようにニューラルネットワークによる差分方程式の解放という、これはもっと物理っぽいというか、なんていうか、いわゆる僕が関わるような感じですが、方程式を解くっていうことをさせる。はい。我々は微分方程式というか差分方程式を解くためのニューラルネットワークを開発しましたと。なるほど。はい。先行研究としてこの微分方程式を解くモデルとして PINN っていう、フィジクスインフォームドニューラルネットワークというものが、もともとじゃあその方程式を、AI に解かせようってことはやられている。はい。で我々の方は NND という、ニューラルネットワーク for Difference Equation という名前で、ちょっと呼ばせてもらってるんですけど、でこの元々あるこの PINN と、この自分たちが開発した NND で比較を、精度とちょっと方式が違うってことですかね。はい。もともとこっちを作って、こっちを作ってからそのPINN があるっていうことを知っちゃって。あ、そうなんですね。なるほどなるほど。こういうのをやってみたらもうすでにこれがあったと。後で知ったと。はい。じゃあ比較をしてみようということで、
どんな感じなんですか現状。で、その解いた方程式がですね、この4乗理論の方程式とサイン・ゴードン理論の方程式の2つの方程式で、比較を行ってみて、でこちらが比較結果になるんですけど、4乗理論の方ですとかかった計算時間は、NND の方が早く、ただ精度は変わらないと。一方このサイン・ゴードン理論の方ですと時間は同じほぼ、同等の時間ですけど精度は、NND の方が良い精度になったということになりますね。じゃあ得意不得意というかこっちは精度が上がるこっちは速くなるっていう意味で良かったっていうことです。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、3人からお話を伺いました。ありがとうございました。道下義弘と言います。で今所属はプロキシマテクノロジーっていうスタートアップのリサーチャーを企業のリサーチャーをやってて、かつ理化学研究所に客員研究員としています。はい。という形で研究をしてます。はい。もともとじゃあお仕事としては研究もされてるけどそのスタートアップの方はそれも研究なんですかね。そうです。研究とか業務が半々なんですけど、強化学習ではないんですけど、その制御 AI みたいなものを使って工場とかで人間がやってたのを機械に自動化させるみたいなところの業務とか、そのアルゴリズムを考えるみたいなことをやってたりします。ってことはもともと AI 側の専門ということですか。そうです。それはこういう研究をやり始めてちょっと興味持って移ったっていう、本当に最近移ったって感じです。じゃあもともとのご専門はもともとの専門は物性物理で、そうですね、なんていうか、その個体の物性みたいなのを、その手でいろいろ計算して、式をごちゃごちゃすると何か物の性質が見えてくるみたいなところにやっぱ物性理論に興味を持ってやっておりました。その物性理論だと特にどの辺とかっていうのがありますか。そう結構広くやってたんですけど、競相関電子系と呼ばれる物質群があるんですけれども、特にそういう物質群を対象とした理論解析をやっておりました。じゃあそういった研究ともともと物性をされている中でじゃあここで AI に関わってそういう AI の方もやるようになったっていう。そうですね。はい。じゃあ実際ここではどういうことをされてるんですか。そうですね。モチベーションから喋っていいですかね。はい。ふんわりとですけど、なんか今、AI というかその機械学習がすごいいろんな場面でパフォーマンスを発揮しているので、それを物理に応用しようっていう流れがやっぱり物理学の中でもあるんですけれども、特に物性物理の領域でいうと、基本的にその実験の補助というかその実験の観測された実験データのからなんかノイズを取り離して精度を上げるとか、実験の解釈みたいなのを人間が難しい時にもう難しいから AI になんか判断させるとか、あとマテリアルズインフォマティクスみたいに今までの実験データを学習させてそこから物性予測をするとか、新しいものを作っていく。そうですねとか、あと数値シミュレーションみたいなのがあるんですけど、それをなんかニューラルネットを使って数値シミュレーションをするみたいな、そういうものがメインだったんですね。なんですけど、それってやっぱりその実験の補助であったりとか、その数値シミュレーションのための手法としてしか使われてこなかったっていう面があります。で、僕はやっぱり一応理論屋なので、そういうなんか実験の補助じゃなくって、理論を開拓してくれるようなところにその機械学習を応用したいっていうのがまずそもそものモチベーションですね。で、その理論を開拓したいって言ったんですけど、じゃあその理論って何やという話になってくるわけじゃないですか。理論って言っても物理の理論はものすごいいっぱいあるんで、じゃあどういうところを開拓したいかっていうことになった時に、それでやっぱそのふるさとのなんというかその競相関電子系でよく使われる話があるんですけど、その物性理論ってやっぱりその電子がなんというかアボガドロ数10の23乗集まっているようなその物質の中に10の23乗個ぐらい電子があって、でもそれ全ての振る舞いを全て追い切るのは無理だから、何かその
もうちょっと自由度を減らした有効模型みたいなものを作ってそれを解析するっていうのがまあ基本的なその筋になるんですけど、どういう時に自由度を減らせるのか、どういう時にそういったなんかその扱いやすい有効模型が作れるかっていうのを考えた時によくキーワードになってくるのが、そのスケールの分離と、自由度の削減っていうなるんですけど、ちょっとここからマニアック、どうしようかなマニアック話にちょっとなるんですけど、一瞬なるんですけど、例えばソロンとかの人もまあ分かるように、まあ、その繰り込み群の手法っていうのがまあ物理だとあるじゃないですか。で繰り込み群の手法っていうのは何をやってるかっていうと、まあ、何かそのエネルギースケールみたいなのを1個決めて、そのエネルギースケールより上の物理と下の物理に無理やり切り分けて、で上のエネルギースケールより上の物理をなんか下のをまあなんかトレースアウトというか、そのインテグレーターとして下の物理に繰り込んでいくっていうのがまあ繰り込み群の手法なんですけど、それは何をやってるかっていうと、まあ無理やりスケールの分離っていうのをもう人為的にバサって決めてしまって自由度を削減してる、自分で決め入れて、まあその後に自由度を削減してるっていうことをやってるんですけど、まあ、それに代表されるように実はその物性理論のほとんどの分野でそういうアプローチがあって、何かしらそのスケールの分離っていうのを見つけて、その切れてるところでなんか片方を捨てていって有効模型を作っていくっていう流れがまああるんですね。なんですけど一般には、そのスケールの分離っていうのは、パッと見ただけでは分からないのがまあ常なんです。で、それを分かるようにするために、まあ、物理では何かしらそのユニタリ変換というか、まあ、何かしらその物理を見る目線みたいなのを変えることで、そのスケールの分離を分かりやすくするような、まあ、処方箋があります。まあ、なんか高校物理までの話でなんか例えを出すと、多分受験とかで台車の背が傾いてて、なんか上に玉があって動いてる台車の上でなんか玉が自動落下していくみたいな問題を解こうみたいな問題があったりするんですけど、それはなんかどういうふうに解くかっていうと、なんか横から見た時の運動方程式を見るんじゃなくて、その動いてる台車から見た運動方程式に一回変換すると解きやすくなるみたいな話があると思うんですけど、まあ、それの量子版というか、まあ、多体験版みたいなのがあって、そのどこから運動方程式を見るかによって、まあ、その運動方程式の解きやすさみたいなのが、まあ変わったりするわけです。床に立って見るんじゃなくて台車に乗って見た方が分かりやすいよねみたいな発見をでも自分でやんなきゃいけない。そうなんですよ。そう、まあちょっと回りくどくなったんですけど、でそれを一般には見つけるのがまあ難しいんです。でそこを AI とか強化学習でやってもらうっていうのが、今回の話です。なるほど。じゃあ AI に視点をもらうというか。なんか運動方程式のいい解き方みたいな、いい目線みたいなのを教えてもらう。なるほど。で教えてもらえば、あとは結構そのもうスケールの分離が見えてるんで、そこで上の部分をその下の部分に繰り込んで、そうただの計算なんで、それは人間がもう適当にやればできるというところの研究をやってましたという。らしいですね。結構何でも応用できるかもしれないっていうことですね。そうですね。はい。なるほど。まあじゃあ、あと雰囲気だけでもどういったところまで話が進んでるかみたいな、これぐらいはできそうみたいな感じのことがあれば。一応なんかその探す手法としては、まあ、将棋とか、まあ、そのボードゲームで、まあ、一番その性能が良いとされている α0 っていうアルゴリズムを使いましたっていうのがまず最初にあって、その視点を見つけるっていうのを何かそのゲームみたいなのに落とし込むっていう、まあ、作業も一応必要なんですけど、まあ、それも一応できると。で、まあ、じゃあそれを実際に活用してみましょうっていうので、実際に試してみたのは、周期駆動計と呼ばれるもので、まあ、何かそのレーザーを物質に当てることによって物質を制御しようっていう、まあ、波をこう入れるっていう。そうです。なんですけど、まあ、その一般にそのハミルトニアンというか運動方程式が時間依存してると、まあ運動方程式で解きづらくなるんですよね。なんですけど周期的な駆動だとなんかいい処方箋があって、なんかいい感じに時間依存ユニタリ変換っていうのをかましてやると止まっているように、まあ、つまりその例えば振動しているものと同じ動きで目線を変えれば止まってるように見えると。でそうすると止まってる運動方程式になるんで、それは割と解くのが簡単ということで、まあ、そういう目線みたいなのがあるんですけど、じゃあそれを実際に探せるか。なるほど。まあ、じゃあ人間が知ってることを AI に探させてみたと。そうですね。でちゃんと探せるんですかっていうのをまあ確認してみましたということで、まあ、一応ちゃんとなんか探してくれました
したっていうのが一応結果になっております。はい、なるほど、わかりやすい。ありがとうございます。最後もしなんか宣伝みたいなことがあれば。宣伝、まあはい、いやこれを言うと多分機械学習の人に失礼なんですけど、僕が知らないだけかもしれないですけど、やっぱり理論として整理されてないものが結構多いので、その機械学習って、それをやっぱり物理の目線、今回僕そういうタイプの研究ではないですけど、なんというか物理の目線から解き明かしていくっていうのは結構いいのかなと思ってます。基本的にその機械学習を応用しようってした時に、外の世界だと結構難しい問題に機械学習を応用するっていうことになるんで、その機械学習の性質みたい、難しい問題に適用するんで機械学習の性質を調べるっていうのは結構難しいんですけど、物理は割とその整備されたグラウンドみたいな形なんで、解けてる問題もあります。そう整備されたグラウンドで機械学習を使ってみることで、逆に機械学習の性質が見えてくるみたいなこともあると思うので、そういういろんな楽しみ方があるのかなと思っているので、ぜひ興味あればという感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、ポスター発表もいくつかまた見させていただいたんですけども、はい川島先生どうでしたか？そうですね、正直なところでいろんな部門研究が出てきているので、全部は分からないです。難しいのもありましたね。難しいのありますね。はい、でもなんか方法はみんな機械学習AI を使ってやってるというところがありまして、それで私自身は能力足らないので、それがどうなるかっていうのはもう予想つかないんですけども、やっぱりこのたくさんの人が寄ってくるとですね、3人寄れば文殊の知恵と言いますが、その中で自発的にですねいろんな研究が、共同研究がですね生まれそうになっていて、すごく期待はしております。はいなので、これから、今後ですねこの活動を続けていくと、もしかすると、将来のノーベル賞みたいなのが出てくるかもしれない。メダルが、こっちにありますけどね。そうですね。またここにパネルが一つ増えるかもしれないので、皆さん期待してですね注目していただければと思います。はい、ありがとうございます。